つぞやの砂漠ガチャリンコ、お顔に負けて天井アイクくん選んでました。報告遅くなりまして。お許しください。ちなみに天井まで残り5回ありましたが、何の成果も得られませんでした。モフ殿が無運なばかりに。ただいたずらにオーブを散らせ、ピックアップを。突き止めることができませんでした。モフですおこんばんにゃ。私はフリージの騎士、ラインハルト。ブラミモンド。それではアビサルさくらちゃんのステータスチェックから。参りましょう。正直、桜殿自体の耐久力はさほどでもありません。高ユニットなので、ジョルジュ殿ならいともたやすく特攻で撃ち落とせるでしょう。勝ったにゃ、お風呂入ってくる。開幕フラグを建築するのは、おやめください。当てることができれば、そう、当てることさえできればよろしいのですが、にゃんかあるんです。アイスロックをお持ちのせいで、回復ついでに天脈氷を張られてしまいます。そのせいで近づくことは容易ではないかと。一時期は不遇の時代だったのに、杖専用スキルたくさん増えて強くなったよね。攻撃奥義すらなかった時代。劇的ビフォーアフターが過ぎる。当然の権利と言わんばかりの反撃負荷もありますし、受けから入る、これは下策。騎兵を用いて一気になだれ込む、これは中策。ちゃん騎兵ジョルジュさんまだー。中策実行のためにぜひお願いします。で、肝心の上策は？ここまで申し上げればモフ殿はすでにお分かりでしょう。私が改めて申し上げるまでもありますまい。あ、わかった。スタイル攻撃すればいいんだ。便利な時代になったものです。驚きますね。じゃあこの戦いが終わったら猫用ミルクいっぱいやろうぜ兄さん。この時、猫と右腕は知る由もなかった。真のラスボスは別にいることを。そしてなんといっても恐ろしいのが、七難即滅、誰でも再移動できるようになるだけでなく、伝承桜殿の近くに帰ってこられるので、変な動きをされて混乱することも。こういう動き？そういう動きではどうなってるんですかそれ？驚きますね。なあしょうがないっしょ。だってこんな子にお帰りなさいって言われたら、そりゃ帰宅したくなっちゃいますってばよ。七難即滅ってそういうやつだったんですか？そういうやつでしょ。なんだかほっこりしますね。私も使えるんですよ。七難即滅。七難即滅派は猫ですね。ご飯にする？お風呂にする？それとも、ね？帰宅したくなったでしょ？迷いますね。ねえ。はい、モフ殿は圧をかけるタイプの七難即滅使いですが、伝承桜殿に圧をかけることはできるのでしょうか？ジョルジュ軍のメンバー紹介です。まずは我らがエース、攻撃速さ上ジョルジュさん、伝承桜ちゃんを受けから倒すつもりだったので、下策じゃないですか。やっぱり予定変更したから許して、当初は本当にそのつもりだったので、攻撃寄りにしたいんだか、防御寄りにしたいんだか、よくわかんないスキル構成となっておりまする。モフ殿の無計画ぶりには、もう慣れたつもりでいましたが、やはり驚きますね。武器はニャーストレンド、アクセサリーはお供ニャッコジョルジュさんです。ハロウィンニャッコジョルジュさんまだー。モフ殿落ち着いてください。お次は HP 守備上ジョルジュさん、スキルは変わらず、いつものセット。まだまだお強いですね。増幅金反不動息吹セット。でも正直弓はパワー不足かも。金直の弓にアクセサリーはドローン。イケメン弓使い爽快ジョルジュさんクロードくんまだー。モフ殿落ち着いてください。続いて基準値速さ開花ジョルジュさん。限界視線と聖院視線で、とっても視線を感じるスタイルとなっておりまする。プルメリア殿。踊れるようになった妖精ジョルジュさんまだー。モフ殿落ち着いてくだ本当に欲しいですか？それ。スバルトアルフ衣装ジョルジュさんならニャンちゃん。もう真相いただいているのでダメです。武器は優しさの影弓、アクセサリーは鳥さん、優しさに満ちたジョルジュさんです。優しさ、戦う気マックス。白雪つけてパワーアップ、ラストは守備魔法上ジョルジュさん、いつものセットですね。このセット、息が長いですね。去年のバニー汎用武器が未だに役立ってるよ。こういう一風変わった武器は面白いですね。武器は人参の弓にアクセサリーはふてぶてしいにゃんこ、人参ジョルジュさん、またの名を軍師ジョルジュさん、爽快イケメン軍師ジョルジュさんアウグストさんまだー。モフ殿落ち着いてくだイケメン軍師の相方はそこでよろしいのですか？そこでしょ。そこです。それではジョルジュさん縛り伝承桜ちゃんアビサル。参りましょう。これ動画でやるのくっそ久しぶりだから、なんだか懐かしいですにゃ懐かしいですね。しかし懐かしんでいる余裕はあるのでしょうか？戦いのゴングが今、鳴り響きます。実況は私。フリージの騎士、ラインハルト。解説は私、モフがお送りいたしますにゃジョルジュ軍はマップ下部、2人ずつ分断されております。これ地味に厄介なんよね。なんとか合流したいところですが、行く手を阻むのは侵入不可地形、そして、伝承桜軍がマップ上部、中央に待ち構えております。この軍団をかいくぐって合流するのは至難の技、絶対絶命のジョルジュ軍、打開策はあるのか？動き出したのは左側、不動ジョルジュ殿とエースのニャッコジョルジュ殿コンビ、紋章師シグルド殿エンゲージしたニャッコジョルジュ殿、その機動力を生かしてソードナイト選手に攻撃、見事、撃ち落としました。紋章師渋谷はご本人もお強いですが、エンゲージ効果がやっばいですにゃここでも再移動できるのが魅力。敵撃破後、不動ジョルジュ選手の元へと交代。しかしそこは敵の攻撃範囲、大丈夫でしょうか？人参ジョルジュ選手と影弓ジョルジュ選手は、攻撃範囲外で待機してターンエンド、伝承桜軍のターンに移ります。仕掛けてきたのはブルーナイト選手、伝承桜選手の小さな声援を受けて奥義カウントが変動。もし追撃を受ければ容赦なく奥義が炸裂してしまいますが、そこはエースのナッコジョルジュ選手、追撃させることなく撃破。二の矢など不要ら。不要ら派は殿下、ローザリアの姿、ですね。しかしシーツ選手が続けざまに襲いかかる、ブルーナイト選手の攻撃でかなりのダメージを負ったブルジュ選手、ですが武器効
化で回復。風なぎ持ちのシーク選手をものともせず、カウンターで撃墜。風なぎは速さで勝手なキャラ発動しません。しかも当初ジョルジュさんは、天正桜ちゃんをカウンターで倒す予定だったため、今日、見切り反撃負荷を装備中、どの道反撃で倒される運命だったんですな。これも運命か。ランスファイター選手は右翼のジョルジュ軍、グリーンマージ選手は左翼のジョルジュ軍狙いでしょうか。そして伝承桜選手のアイスロック発動、アックスファイター選手、ボーナイト選手、ラウアマムクート選手が増援に駆けつけ、再びジョルジュ軍のターン。一気に3人も来ちゃった。少しでも敵兵の数を減らしたいところですが、行く手を阻むアイスロック。桜ちゃんを早めに倒したいんですが、これじゃ近づけませんな。仕方がない。作戦変更、近くにいたアックスファイター選手に狙いを定めるナッコジョルジュ選手、通常攻撃でも十分痛いのに、奥義、玉射でさらなる追い打ち、そこまでやる必要はあったのか。奥義カウント溜まると嬉しくなってつい打っちゃうんだ。嬉しくなっちゃったのなら致し方なし。ナッコジョルジュ選手、勢いに乗って一歩前進、すかさずアシストに入る不動ジョルジュ選手。これで息吹の範囲内ですな。息吹4の戦闘開始直後回復はアビサルでも。強い。一方右翼、1ターン目は目立った動きはありませんでしたが、影弓ジョルジュ選手が動いた、じわりと近づいていたランスファイター選手を撃破、人参ジョルジュ選手が待機して伝承桜軍のターン、ボーナイト選手が範囲内にいたナッコジョルジュ選手に攻撃、またもや容赦のない玉射発動、ボーナイト選手、あっさり撃沈。不動と相性悪いとめっぽう微妙扱いな玉射ですが、カウント早いのはなんだかんだ便利ですぞ。鮮やかに玉射を使いこなすナッコジョルジュ選手、なだれ込んできたグリーンマージ選手の攻撃を受け止め、一撃でグリーンマージ選手撃破。じゃあナッコジョルジュさんかっこいい。モフドの大はしゃぎ、これだけの活躍を見せられたら無理もありません。ラウアマムクート選手は前進、伝承桜選手は動きなし。アイスロックをかけようにも、対象がいなかったんでしょうな。伝承桜選手に攻撃が届くかと思われましたが、そうはさせまいと立ちはだかるのは、増援のグルンバット選手、ランスペガサス選手、ソードアーマー選手、3ターン目、ジョルジュ軍の手番です。手前にいるソードアーマーさんがお邪魔なので、ちゃっちゃと倒してしまいたいところ。不動ジョルジュ選手。お分かりいただけただろうか。そう、真のラスボスは伝承桜選手ではなく、ソードアーマー選手だったのだよ。なんだって、こんなんおったら桜ちゃん倒せないじゃないですかやだ。ジョルジュ軍、絶対絶命。いや、待て、今なら攻撃が届く、今しかない。ナッコジョルジュ選手、伝承桜選手にと。撃破、ナッコジョルジュ選手、3ターン目にして総大将伝承桜選手を撃破、再移動で逃げを試みるが、残念、逃げられない。ここが精一杯でございまする。総大将を倒しても、敵を全滅させないとこちらの勝利にはなりません。一方伝承桜軍は、一人でも落とせば勝利となります。改めて考えたら、こっちの勝利条件厳しすぎない？言われてみればその通りですが、そういうものとして8年間やってきたので、今更どうしようもありません。ぐぬぬ。影弓ジョルジュ選手がラウアマムクート選手を撃破。このままでは次ターン、移動力プラス1されたグルンバット選手の餌食ですが、人参ジョルジュ選手がカバー。しかしナッコジョルジュ選手がランスペガサス選手の攻撃範囲内。この攻撃を耐えられなければ全てが水の泡です。ナッコジョルジュさんならなんとかしてくれる。モフ殿の信頼に応え、ナッコジョルジュ選手、ランスペガサス選手の攻撃を対臨 D。座談会の英雄決闘懐かしいですな。懐かしいですね。最近座談会自体がご無沙汰ですが、またいつかやってほしいものであります。対臨 D したナッコジョルジュ選手ですが、上からはランスペガサス選手、右にグルンバット選手、そして左からはじわりと詰め寄るラスボス、ソードアーマー選手、それだけではなく、左翼では不動ジョルジュ選手が孤立状態。このままでは息吹効果も得られません。息吹の回復がないと途端に対臨 D が難しくなるので、由々しき事態ですぞ。総大将を倒してもピンチは、まだ終わりません。この局面を乗り切るべく動いたのはナッコジョルジュ選手、グルンバット選手の左下に回り込んでから攻撃、安心と信頼の一撃必殺。相手持ってない子なんてこんなもんですよ。とも言えなくなってきたのがインフレ感じますな。スキルで軽減する手段も増えましたからね。敵を撃破しただけでなく、再移動で一気に安全圏に、やはり強い、紋章師シグルド殿のエンゲージ効果。でも実はヒスターさんが再移動制限持ってたんで、攻撃する位置によっては、再移動を封じられてしまってました。だから、目いっぱい回り込む必要があったんですね。作戦通り。というわけですね。勝ちが見えてきたかと思われたジョルジュ軍。しかしまだラスボスが残っております。そう、ソードアーマー選手を撃破しない限り、勝利は得られません。ちょうどランスペガサスさんが守り手範囲内におるから、このターンは手も足も尻尾も出ませんな。たまらず交代するジョルジュ軍、マップ端まで追い詰められてしまいました。まさに排水の陣。これまでか。兄さん。となってしまうのか、6ターン目、ここでどう動くかが勝敗に大きく左右されそうです。お帰り兄さん。前進してきたのはランスペガサス選手。こう焦ったか、そこは守り手の範囲外だ。この隙をジョルジュさんが逃すはずはありませんぞ。待ってましたと言わんばかりに、攻撃を仕掛けたのは人参ジョルジュ選手。軍師と言われるだけあって局面をよく見ている。さすがです。おっと、前に出ました。ナッコジョルジュ選手。一歩前進、残り HP25 で攻撃を受けようというのか、無謀。あまりにも無謀。放置しておけばずっとソードアーマー選手の近くにいる。6、残り HP6、ナッコジョルジュ選手、ギリギリでシスター選手の攻撃を対臨 D し、カウンターで撃破。ただでさえ硬いソードアーマーさんにシスターさんの回復までセットだと、罪です。完全に。だからやるしかなかった。たとえ無謀と言われようとも、カウンターを、ナッコジョルジュさんで。かなりの無茶をしましたがその回あって、ソードアーマー選手とシスター選手のコンビ解消。音楽の方向性の違いです。まさかの解散理由。驚きますね。
しかし、HP6 のニャッコ・ジョルジュ選手、グリーンペガサス選手の攻撃範囲内に、絶対絶命か、と思われましたがグリーンペガサス選手、ニャッコ・ジョルジュ選手をスルーして人参ジョルジュ選手へ攻撃。あえなく撃沈。これは一体？はい、実はニャッコ・ジョルジュさん、壁を挟んで不動ジョルジュさんの2マス以内におりました。ということはつまり、なるほど、伊吹4の範囲内だったと。そう、密かに不動ジョルジュさんのアシストがあったんですね。見事な連携。さすがです。残すはラスボス、ソードアーマー選手のみ。この子なんでこんな硬いん？ではソードアーマー選手のステータスを。お見せしましょう。アリサル特有、守備64というとんでもステータス。人参ジョルジュさんのデバフが入っててこれだぞ。驚きますね。正面体系、事故により、弱化を無効化された上で、与えるダメージと受けるダメージが守備の 20% プラスマイナスされるだけでなく、継戦の剣で戦闘後、HP10 回復効果まで。道理で勝ったいわけですな。強い。アスクにスカウトしたいくらいの人材です。スカウトしたいといえば、前召喚師が選んだスカウトしたい英雄、ナンバーワンに輝いた強心ヘックン、その強心ヘックンを倒してみよう、というお便り募集企画、やってますぞ。ここに来てまさかの宣伝。驚きますね。コミュニティで早めに告知させていただきましたが、お便りが届くのはもう少し先だろう、と思っていたのです。まだ配布されていませんからね。でもびっくりすることに、早くもお便り送ってくださった猛者がおった。仕事早すぎませんか？私もびっくりだよ。皆様の行動力には、もう慣れたつもりでいましたが、やはり驚きますね。配布前の投稿大歓迎、もちろん配布後の投稿も熱烈歓迎なので、推しが遠距離ユニットの召喚師さんは、ぜひ挑んでみてね。強心ヘックン撃破。もっともっと。お便りを見たい、強心ヘクトル殿とソードアーマー選手、どちらがより強いのか、僕殿が未所持のため比較はできませんが、長きにわたった戦いも終わりが近づいてまいりました。風なぎジョルジュさんの劣化で、じわりじわりと攻撃し続けて、やっと HP12 まで削りましたぞ。もし風なぎが存在していなければ、この戦い、勝利はなかったでしょう。HP12 になってもまだ歩みを止めないソードアーマー選手。諦めない心、私も持ち続けたいものであります。ラスボスとしてこのアビサルに君臨し続けたソードアーマー選手、最後を飾るのは一体どのジョルジュ選手なのか？ここまでやっても人参ジョルジュさんだと負けちゃいます。強い。不動ジョルジュ選手か？それとも影弓ジョルジュ選手か？いや違う、この戦いを締めくくるのにふさわしいのは、このお方しかいないでしょう。HP6 になってもなお戦い続ける、ニャッコジョルジュ選手。決まりました。諦めろ、のセリフとともに、ニャッコジョルジュ選手、ソードアーマー選手に誘導を渡しました。じゃあ、ジョルジュさんかっちょいい。モフドの大はしゃぎ、魔改造した甲斐があったというものです。勝利の証、師匠の頭飾り、金を入手したところで、実況を終わります。お久しぶりのアビサル動画は、いかがでしょう。もしエンジョイしていただけたなら、チャンネル登録や高評価ボタンポチっていただけると、光栄に思います。それではご視聴ありがとうございました次回のご予定は？にゃんにゃんにゃん%間違いなくエコーズガチャ。存じておりました。 A ちゃんどんだけ好きなの鼓動シリーズ。もはや鼓動のバーゲンセール。驚きますね。